でタイの方にアメリカから拠点を移してやることになるわけですけど、本当に自分でも恵まれてるなと思うのが、本当にどこ行ってもいい人に巡り合える。やっぱり一人でパッて行ったらどの国だってやっぱり不安だと思うんですけど、頼りになる人たちにたまたま運よくこう巡り合うことができて。一つ質問してもいいですか？拠点を今タイに、当然タイという国が気に入ったというのは大きな理由の一つだとは思うんですけど、HPI としては日本拠点で活動するよりももっと世界シェアを見据えて、例えばアジアの方にっていうのは賛成だったっていうことでいいんですかね？そうですね。もうとにかく世界中で活躍してくれと。その国に住んでその国だけしか出ないってなると、会社が望んでる方針ではないと思うんですけども、とにかく世界中を飛び回ってくれと。拠点はどこでもいいから。そういうことですね。とにかく世界中で顔を売ってそれがイコールやっぱり HPI の宣伝にもなるし、結構寛大に、やらして自由に、動かさせてもらったっていうのが、やっぱり日本に住んでる僕たちからするとね、原君が今度はタイに住み出したと、なんでタイなんだろうと、なんかそんないろんな噂とかね、話とかみんな自由に話してましたけど、今日そのあたりも含めてね、ちょっとお願いできますか？でタイの方はもうドライバーとしてはもう、技術の部分に関してはもうかなりピークに近い、20代中盤、大体6、7ぐらいですね。ちょうど一番熟して、一番いいとですね。ですね。今で言ったら、松倉直人君とか、祖父江明夫君とかが多分そのあたりの年代だと思うんですけど、あの頃にはタイで暴れてましたね。暴れてましたね。タイでやっぱりタイを拠点にして動く利点としてはやっぱりだいぶこのラジコンのこの認知度っていうのは東南アジア全般的にこうちょっとこう盛り上がりが出始めた頃で、それはスリカーンの影響がすごい強いと思うんですよ。東南アジアから出てきたその世界チャンピオンっていうところでやっぱ自信を持った人っていうのがいろんなところにいたと思うんですけど、タイにいる間は日本でも有名なライドという、HPI の代理店さんは代理店さんとしてすごくお世話になったんですけど、実際にはライドの大江さんにだいぶ面倒見てもらいながら、でもうそれでいよいよビザアメリカの時もそうでしたけど、タイでもやっぱりずっとビザなしでいることはできないので、やっぱ仕事としてやるんであれば、ちゃんとビザを取ってやらないとということでライドでビザを発行していただき、でそれでタイで仕事という形で、でタイに拠点をもう完全に、家も借りて、っていうのをやり始めたのは2008年ですね、ちょうどね。多分2008年のっていうのが世界選手権、ちょうどその RCS っていうバンコクにある RCS サーキットはその HPI の代理店のサーキットなんですけど、もう拠点をたまたまその時ってたまたま移した時のタイミングで世界選手権があるからタイに行ったわけではないんですけど、でもあの時が多分2008年っていうのは多分もう僕の中でも結構浮き沈みがやっぱ結構あって、一時期スランプっていうのがやっぱあるんですよね。これが2006、7、多分2007が一番ひどかったかな。6の途中からと7の途中まで、いや7は全部ダメだったかな。この1年半ぐらい多分、でダメだったのが、2006年のイタリアの世界選手権、スリンカーの世界選手権なんですけど、この時に、アンディ・モアが、優勝した年なんですけどね、この時になんかのこう、自分の思い違いで、もう仲間全員もなんか敵に見えてきちゃって、なんかこうふてくされた時期っていうか、なんかもうどいつもこいつも、なんか誰も俺に協力してくれないみたいな、ちょっと病んでた時期があるんですよね。でその時にやっぱり結果がもう全然出ず、イタリアの世界選手権も B 面落ちして、それまで2000年に優勝して、2002年に3位、で2004年のアメリカでやったマーク・ライナートが出てきて優勝した年はあの時2位だったんですよ。1、3、2ってきて、そこでいきなり B 面に落ちたわけですね。僕からするともうやめた方がいいのかなと思ったんですよね。同じことですか。もうプロはもう無理だなと、もう時代が変わってしまったんだ、マーク・ライナードが勝ち、アンディ・モアが勝ち、アンディ・モアは僕とあんまり年変わらない、同じ年なんですけど、
マーク・ライナードはまあさらに若い年なんで、もうちょっともう時代が変わっちゃってきたのかなと勝手に思い込んで、で三浦さんにも「ダメだ、もう今何言ったってあいつ病んでっからダメだよ」って多分言われてたと思うんですけど裏でね、はい、何言ったってあいつ聞かねえからそうですねっていう感じで2007年まで引っ張っちゃって、もしこのまま戻ってこなかったらもうこれ終わるだろうなって多分三浦さんも思ってたと思うんですけど、僕も含めて2006の全米選手権に病んでる時に、あの時なんだっけな、プレ世界選手権に行くか、合同練習みたいな形でサーキット、世界戦をやるサーキットが開放してて、そのテストに行くか全米選手権を行くかってチョイスを迫られた時があって、普通だったらもちろん世界戦目指してるんで、世界戦でのデータを取りたいからその会場に行くはずなんですけど、俺多分今だと言ってもしょうがないと、多分意味ないと思うよ。全米選手権出て優勝すればまた気が変わるかもしれないと、だからちょっと全米選手権出てくれよと、っていうのを三浦さんに言って、で全米選手権出て最後の全米選手権それで勝って、で少しこう復活の兆しがそこで見えてきて、で、2008年のその世界選手権に向けて、ちょっとずつこう調子を上げながら、ある意味もタイに拠点を移して、でよく行くサーキットで、地元のサーキットなんで、またチャンスが来たなと。でやっぱ調子がすごい良くて、で予選はTQ をあっさりとは決まんなかったんですけど、結構思ったよりは早めに TQ が決まり、TQ が取れたってことはやっぱりすごく優勝に一番近いところにいるわけだから、今回はどっちかっていうと少し余裕のある感じかなって来てたんですけど、やっぱり実際決勝が始まるとやっぱりプレッシャーもすごいかかってくるし、その2006年が全然ダメだった、前の世界戦が全然ダメだったっていうところで、その優勝をかけた争いからちょっと遠ざかってる、そのプレッシャーからだいぶ遠ざかってたんで、いざその場になった時にやっぱり手が思うように動かず、で1ラウンド目が僕のそのペースが上がらないで、マークも、僕はブロックだけはしてたんで、ちょっとレース的にはちょっと面白くない展開になってしまい、であの時は正美さんが多分ラスト世界戦になったと思うんですけど、であの時正美さんがやっぱ僕とマークが絡んでる隙に抜けて、で1回目1位だったんですよね。でさすがにやっぱ百戦錬磨の人なんで、やっぱこういう時すごい強いなと思ってたんですけど、あの時にすでにもう今回の敵はもう優勝するには絶対マーク・ライナードに勝たないと、彼の前でゴールしないと絶対に優勝はないと思ってたんで、正美さんが1位取っても、もうそれこそ自分のそのターゲットっていうのがもう正美さんではなくマーク・ライナードに変わってた瞬間だったかなと思いますね。でその最後、2回目は淡々として僕は1位でゴールして、で最後の3回目、これが大一番だったわけですけど、僕がリードしてしばらく走ってたんですけど、ちょっと隙をが開いたんですよね。もうあれはもうその前のコーナーからなんかそんな予感はしたんですそうなんですか。そんな予感はしたんです、でなんかもうそれこそもうそのコーナーに入る前にもう抜かれてたのかもしれないですね、気持ち的に、もしかしたら。で実はあのレースってまず YouTube にも今、だいぶYouTube とか、あの時にはそこまで流行ってなかったけど、もうだいぶ動画みたいなのがだいぶ出始めてて、DVD 化されて、それがそのまま YouTube に行ってのがありましたけど、あとライブ中継なんかもやり始めてて、で動画の再生数が1300万回ぐらいいってるんですよ。すごいね。多分この業界、ラジコン業界でいけば多分いい数字じゃないかなと思うんですけど、でそれだけね見てくれてる人が一人何回も見てるかもしれないけど、それだけ見てくれてるんだなっていうのを、最近その YouTube 見るようになって、でやっぱ上がってくるんですよね、あの時の。で正直まだねあのレースの後僕一回も見直してないんですよ見なくたって忘れないから何が起きたか僕が一番よく分かってるんで、正直言うと見たくない、でも間違いなくあれは、僕の中では一番価値のあった負けたレースになっているのかなとは思いますね。であの年は、その前に大きな出来事があって、81バギーを、2005ぐらいから HPI で81バギーを始めたんですけど、2008年にもともと2006に世界選手権があったんでインドネシアでやったんですけど、それに出るつもりでいたんですけど、ちょっとなんか治安の情勢かなんか
だったかな、スマトラ地震だったかな、なんかがあってちょっと今危ないからやめとこうと、で一回こうパスして、で次2008年のアメリカでやる世界選手権にデビューしようと、でそこにターゲットを絞って車も開発して、でその時に新車を投入して新しい車を作ってもらって、で出たんですけど、この世界選手権がそのツーリングカーの世界選手権バンコクでやる前にこれ優勝して、81馬力の世界選手権を優勝して、そのまま1ヶ月2ヶ月間だったかな、でそれでタイの世界選手権に行ったんで、もしこれでツーリングカーもし勝ててたら、もうこれで三浦さん的には腹棒も引退ともうこれ両方があったらもう他いらないからもう十分だと、そうもうあとはもう裏方に回ってもう隠居生活をすればみたいな冗談で言ってたんですけど、その81バギーの世界選手権、あんまりまだ日本ではそこまで81バギーっていうのがツーリンガーに比べたらそこまでメジャーじゃなかったんで、レースの結果そのものはすごく取り出されてもらってたと思うんですけど、81バギーを勝てた時の、あれが唯一僕の HPI の在籍中に勝った世界選手権にはなるんですけど、あれはもう本当に最初から自分も含めて勝てるとは思ってなかったレース、勝ちたい勝ちたいと思ってるけど、もちろんね、実際にアメリカのバギーのレベル、そうですね、でも時に初めて電動組の有名どころが一気に出てきたんですよね。あの辺りまで出てなかったんですね。それまで出てたのが、電動で有名でいくと、マーク・ファビアスとか、ジャレット・ティボ選手とかも出てたんですけど、本気でじゃない感じなんですね。なるほど。でパビラスは結構本気でやってたんで、彼はインドネシアその1個前の世界選手権で優勝してるんですよ。でももうその時すでにライアン・キャバラリとか、ライアン・メイフィールドとか、今がもうマックス頂点にいる人たちがもう若手としてもうバンバン出てた時なんで、そこにティボ選手と、もうだいぶ熟成されてきてる選手、ヨーロッパにもいろいろいましたけど、その選手がもうだいぶ熟成された、しかも新しい時代の人たちがまたアソシも初めて81バギーを投入してきて、ロッシュも作ってきて、81バギー第一次世界大戦みたいな位置づけになると思うんですけど、でそこに挑んでったんで、おそらく無理だろうなと。でバギーのそのレベルの差っていうのが、アジアとアメリカの差っていうのはどんどん開いてる時代、もうジャンプの飛び方も変わってきて、走り方そのものっていうのはもう全然別次元になり始めた頃なんで、普通で言ったら無理だろうなと。でも時は三浦さんが立ててきたそのプラン、これもやっぱり結局優勝するために作ったプランなんですよね。最初から予知してたわけじゃないけど、勝つならこういうのでやっていかないとっていうところで、OS エンジンをしっかり使いこなし、 OS さんにも協力してもらって、かなりいいものを仕上げてもらって、時は燃料もわざわざコスモさんの燃料、コスモの燃料がアメリカで売ってないんですよね。輸入販売してなくて、で燃料っていうのはすごく送るの難しい危険物扱いになるので簡単に送れないんですけど、それでもコスモさん送ってくれたんですよね。でタイヤも頃はプロラインのサポートを受けてたんで、ちゃんとプロトタイプの、その昔喉から手が出るほど欲しかったやつを率先して使わせてもらうことができ、でチームのすごい雰囲気とか、全部が本当に良くて、で決勝前に、タイヤチョイス悩んだんですけど、予選のスピードがそこまで速くなかったんで、このままでは勝てないと、ただ走ってるだけになっちゃうから、もうこれなんか一つ、爆打打たないとダメだろうなと。いやもうタイヤしかないでしょと。でタイヤをその時まだできたばっかのタイヤで、まだチームメンバーも全員使ってなかったんです、使ってる人もいたけど、まだこの実力とか特性が定かじゃないものだったんで、使うの怖いけど、もし全然ダメだったらスタート前にウォームアップがあるんで、最悪変えようと、予選のタイヤに変えていこうとって言ってたんですけど、スタート前走らせて、もしダメだったらもうすぐピット入るかなって思ったんですけど、3コーナー曲がった時点の食い方がものすごい食ってて、もうこれも間違いないと。で三浦さんにもうこれでいくからっつって、ああ頑張れよっていう感じでスタートして、
で行ったんですけど、スタートいきなりなんか中途半端な動きを自分でしてたらビリになっちゃっていきなりドベに落ちちゃったんで、あの時12人決勝だったんで12位だったんですけど、そこからなんかそのタイヤがすごい自分に馴染んできて、なんか走らせるのがだいぶこうリズムがすごいいいリズムが取れるようになってきて、でその難しいジャンプがリズムジャンプっていうのがあったんですけど、それを今まで一個一個なんかこう一個一個飛んでたんですよ。でもそれが選手によっては上をポンポンポンって取り込んでいくような、飛び越していくような、ステップジャンプみたいな、それをやれば速いけど、そんなリズムが取れなきゃ全然もうめちゃくちゃになっちゃうっていう、ジャンプだったんですけど、でそれをレース中に飛んでる人を見てたんで、どうやって飛ぶのかなっていうのは見てたけど、それを決勝中に練習しながら、だんだん決まるようになってきて、そしたらラップタイムがそれまで44秒台だったのがいきなり42秒っていうタイミング、2秒丸々じゃなかったとしても、それまで43秒前半が速かったんで、だからベストラップも決勝の中では一番速かったんですよね、それを飛ぶことによって。でそれでだんだんこう前の車が近づいてきて、で気がついたらライアン・メイフィールドとかトップ走ってた選手が目の前に出てきてでなんかピットのタイミングで僕の方が前にいたりする、これを繰り返したんですけど、でしたらなんかだんだんなんかみんなこけたりとか、給油の時のタイミングだとか、あとライアン・メイフィールドがプラグが問題が落ちて、でプラグが落ちてエンジン止まっちゃったりとかしたら、ラスト7分ぐらいだったかな、ラストの給油終わって出てった時に誰も後ろにいなかったんですよ、見える範囲に。結構見るときは結構端っこまで見るんですけど、走ってる最中でもこれ分かる範囲ではこれ後ろに誰が2位なのか分かんないぐらい離れてるなと思って、じゃあ12秒ぐらい差がついてたんですよね。あれこれもう給油でもこれもう終わりだしラストの給油したから、あれこれ走り切ったら俺勝つのかと思ってそこで初めて勝てるのかっていうのを気づいたんですよね。そこまでは勝つとか勝てないとか考えてなかった、もう結構がむしゃらに走ってたんで、ただトップ争いしてるのは分かってたけど、気がついたら自分がリードしてたっていう、でそしたらなんか急になんか不安になってきてジャンプが飛べなくなってきて今ビデオで見るとそれはよく見るんですけど、いや今見ててもそれでこけなく走り切って勝ってるのは分かってるのにヒヤヒヤするっていうか、抑えすぎて安全に行き過ぎて逆に危なく見えるっていう典型的なバギーあるあるです。あれダメな、あれ本当ダメなんですよ結果としてミスんなかったけど、あれはミスる可能性より増えるんで、本当はリズムってやっぱ崩しちゃダメなんですよね。でそれでなんとか81バギーでいきなり勝てちゃったんで、タイミングっていうのがやっぱりその各メーカーが一気にこう出てきた、注目がいきなり上がった時の世界選手権だったんで、僕の中で矢田部の世界選手権、世界選手権というタイトルとしては一緒ですけど、価値としてはよりこう自分の価値を高めることができたのかなっていう。そうですよね。その時代っていうと、世界のどのカテゴリーのどのドライバーに、ね、今世界で一番速いやつは誰だって言ったら篤原だという時代があったと聞きますが、そのあたりですかね。あれあったんですかね。そう言われたんですかね。僕世界戦ぐらいでしかあんまりこういい成績って実際にはそんなに残してないタイプの方だと思うんですけど、それこそ全日本も含めそういう世界戦以外のレースっていうのはいっぱい勝ってる人いるじゃないですか。で当然世界選手権も僕なんかより回数多く勝ってる人もいっぱいいるしいるんですけど、僕は本当にそのタイミングにすごく恵まれた時にたまたまその調子っていうのがあってきた。あんまりこうねなんだろう謙遜しすぎるのも気持ち悪いと思うんで、しすぎはするつもりないんですけど、もう本当にそういうのってこう誰もが操作したわけではなく、当然練習もしてきたし努力もしてるし、で運もあってで恵まれた環境だとかそういうのもいろいろ合わさった時にそういう結果とか価値とかっていうのが生まれて、さらにその価値とかを価値をつけるのは周りの人なんで自分がつけるわけじゃないから、そういう部分で言ったら、レースを見て喜んでもらえる、スポンサーもはじめ応援してくれてる人、それこそ全然会ったこともない人たちが多くいるのであれば、本当にそのやってきた意味っていうのはそこにあったかなと。でそこで今だったらどのジャンルでやっても平均してうまく戦えてる原が
世界でいったらナンバーワンかなって言われてたんだとしたら、すごい嬉しいですよね。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。